こんにちは。海外移住中の正真です。ということでですね、今回は、企画を持ってまいりました。インスタとかね、TikTok ちょこちょこ上げてて、質問をねいただくようになってきました。ありがとうございます。ちょっとずつね、はい、多分これから留学に行くとか他に行く子たちが、子たちっていうかその上から目線で方たちが、からいただくようになったので、オーストラリアに来るときに絶対持ってきた方がいいもの、トップ5イエーイ紹介します。はい、であとプラス、1人ずつこれ持ってきた方がいいよねってものを、紹介させてもらって全部で7つ紹介していきます。はい、それではレッツゴー。まず1つ目、ダダン多分ダダンやなこれは、どういうふうに言ったらいいの？お前見てるぞめっちゃこうそのさっきのなんかありがたいことにみたいな言うてる時にちょっと見たりするよ。もう今完全に1つ目って言ってってやってたでねまず1つ目、これ定番やけど、定番やけど持ってきた方がいい絶対に持ってきた方がいいもの。1つ目、薬。はい、薬は例えばどういうものですか？ロキソニンとか。こっちでいっぱい薬買えるけど、ちょっとなんか成分とか何入ってるか分からんし心配やなとか、あとこっちメルボルン特に寒いから、来た時に3ヶ月くらいはずっと頭痛いとか鼻水出るとかいろいろこう症状が季節も反対やしだったので持ってきた方がいいかな。結構しんどかったよな、来た3ヶ月なんかずーっと2人とも頭痛いとかあったよな確かにそれは。で市販薬を持ってくるときはパッケージも捨てずにパッケージごと持ってくる。空いててもいい？それは分からへん。分からんかったらあかんやん。調べてください。パッケージごともパッケージ捨てんとパッケージ持ってくる。まず一つ目やな。で、処方箋病院でお薬出してもらったやつで持ってくる場合は英文の処方箋を書いてもらう。で英文の処方箋じゃないと分かんねえや。分からへん。こっちの人が分からへんからな。で、3ヶ月分しか持ってこれへんから3ヶ月分だけ、病院の先生に3ヶ月分だけ処方してもらって持ってくるっていう感じで、もっともっと多分いろいろな、ネットで調べたりしたら多分随時変わっていくやろうから、持ってきた方があるのでオーストラリア大使館のホームページに全部書いてるから、ぜひオーストラリア大使館のホームページでお薬を持ってくる人は事前にチェックして没収されないように持ってきた方がいいと思います。はい。買えるのも買えるよな正直。薬別に買えるしけどなんか眉も薬アレルギーあるから、そういう人は事前にちょっと持ってきといて、でこの3ヶ月余裕がある間に探す、調べて新しく自分が飲める薬を探したりとか確かにする方がいいと思います。それは必要かも。はい、なので1つ目薬でした。常備薬。2つ目、じゃじゃん、言って。俺が、SIM カードです。SIM カーこれはもう絶対いります。日本で私たちはもう事前に1ヶ月分の SIM カードを買って、電話番号付きのやつで、オーストラリアに来ました。で、なんておすすめする理由、が結構いろんなところの SIM カードがオーストラリアにもあって、どこで契約するかとか、そういうのをちゃんと調べたらすごく安くで携帯が契約できたりするから、あんまり焦らずにできるように1ヶ月分とかだけでも SIM カード買って、事前にできるっていうのと、
あと空港に着いてオーストラリアに着いてすぐにもう入れ替えしたら、もうすぐに携帯使えるから、やっぱり今携帯とか使われへんかったらな、ちょっとどこにも行かれへんかったりするやん、ていうか多分留学生の子たちとかやったらさ、もともと家で泊まるところが決まってたりしたらさ、そこまで行くのに道が分からんとかさ、でもウーバーもタクシーさ、やっぱりその辺におるタクシーはちょっとやっぱ怖いよな。大丈夫かもしれんけど、なんかウーバーで撮ったりする時も絶対いるよな。w i f i 一応あるけどめっちゃ遅いからな、この国弱いから w i f i だから、そういう風にした方がいいと思います。できれば電話番号付きやな。電話番号付きやったら、その1ヶ月間ずっとなんていうので、使う時に便利、仕事探してる時とかその電話番号登録できるしな。それで便利やし、いいと思います。した方がいいかな。俺たち何の SIM カード使ったかな。アメイ SIM のやつを買ってきたのかな。甘い SIM、アメイ SIM、なんかそう分からへん。ちょっと調べて、安めのやつを買ったよな。なんかここら辺に。そうで、SIM カード開けるやんか、 iPhone の細いさ棒みたいなの分かりますか皆さん。細い棒みたいなのピッてやってさ、パカって出てきて、そこ SIM カード変えるやん。その棒を忘れちゃって、彼女はここを言うております。で、私たちはその棒を忘れちゃって俺忘れたらここ開けられへんかってんな。そう空港でやばいってペンとかこうやってやってなったけど、空港のなんかもう空港降りたら絶対さ SIM カード買えるとこがいっぱいあって、そこになんかフリーでその棒だけをいっぱい置いてるとこがあって、貸してくれるんで、そう貸してって言ったらな、やばいと思ったら一旦そっちに駆け込んでみて、ちょっとこれ開けられへんねんけど貸してみたいな感じで言ったら貸してくれると思いますので、それでしたらいいと思います。なんでずっとさ半分しか出してない。なんか税金にせまい。なんか携帯会社は何個ある？まあそれはまた携帯の動画を出しましょうか。はい、そうします。はい。でまず2つ目は SIM カードでした。2つ目番外編。番外編はまゆとまさ1つずつこれ持ってきたらいいよっておすすめできるものを選びました。まず私と生理用品。なんででしょうか。でも生理用品って言ってもナプキンとかではなく、ナプキンではなくて、タンポン。もしタンポンを使ってる人やったら絶対タンポン持ってきた方がいい。分からんけよな、あんま分かってないけど、でなんか全然生理用品はなんか持ってきた方がいいって結構いろんなサイト書いてるけど、大体同じような質のものを買える、オーストラリアでも。で値段もそんなに高くない、生理用品に関しては日本と比べても。でその生理ナプキンとか、あとはパンツ、ナプキンつけんでいい生理用のショーツみたいなとかも、日本やったらあんまり見えへんけど薬局で売ってるし、あと生理カップみたいなカップ型のやつ、最近日本でも話題のやつがあんねんけど、それも薬局で買える全部。ただタンポンも薬局で買えるねんけど、日本のやっぱり質の良さ、多分女の人たちは分かると思うねんけど、男子は分からんと思うけど、日本のタンポンはちょっとなんて言えばいいんやろな、この注射器みたいな感じの形になってて、そのプラスチックの棒とかもついてて、それをギュッと押せば勝手にこのタンポンがグッと押し上げられて入るっていう作りやねんけど、オーストラリアのタンポンはそのプラスチックの外にこうまとわれて注射器の部分がないから、ただの綿を自分で入れるっていう感じになっちゃって、やっぱり日本のやつに慣れてる人はちょっと抵抗があるか。難しい。なんか日本のやつは物があればよかったんやけど、もうないねん、使っちゃって。でタンポン買おうと思って、買ったらこんなん全然無理やって思ったから、日本帰った時もう一回買おうと思ってんねんけど、女の人は多分イメージつくと思うんだけど、タンポンのああいうその注射器みたいにこうピッと押すプラスチックがなくって、もう箱を開けたらもう綿のタンポンがこうバーッと敷き詰められてる感じで、それを1個取って自分でも
グイッと入れるみたいな感じやから、ほんまに使われへんくって、買ったけども使ってないね。一回使おうとして、もう無理と思って、もうずっともう棚の中に入ってんねんけど、値段は一緒ぐらいねんな、ってことはもう日本で買う方がいいかもな。そうもし日本のタンポンを使えてる人は日本から持ってきた方がいいと思う。多分買えるとことかあると思うねんけど、日本のな、化粧品みたいなの売ってるとこでもなんか数は多くないから、その店自体が多分輸入品やからちょっと高いかもしな。だからその最初のうちはさ、やっぱりこう慣れへんから、仕事がこっちでなかったりするとな、お金使いたくないとかもあるやろし、あとあんまりなんてどこにその日本のものが売ってるスーパーとか、コスメのところとかがあるかっていうのが分からへん間は持ってきてたら安心かな。だからそれ以外はこっちで買った方がいいと思います。薬局で簡単に買えるから。これはいい情報やね。いい情報かもしれない。なやっぱり。なのでそれをおすすめします。番外編。3つ目は3つ目はパソコンかもしくはタブレット。これはなくてもいいです。確かに。別に携帯で大丈夫やけども、あったら便利っていうのも、僕たちタブレットが1つずつあるのとパソコンが2人で1台あるけど、やっぱり学校に行く人たちはそれで課題を出したりするので、やっぱ学校は多分パソコンいろいろ調べ物したりも必要。あとは、携帯でも作れるけどレジュメ作りは携帯のワードでもちょっと開いたことあるけど、やっぱり小さすぎるし全然やりにくい。だったらでかいパソコン使ってやる方がいいと思います、かな。課題とか、あとなんかレジュメ作りとか、そういうのに、あったらいいなみたいな感じで、私たちはもうほぼ毎日のようにパソコンかタブレット使ってるから、仕事上使うこともあるしな、パソコン。だからそういうふうに簡単に、なんかより簡単に効率よく作れるように、パソコンかタブレット1台あればなんか楽かなみたいな感じで思って入れました。あとやっぱさ、留学生の子とかさ、やっぱ部屋にテレビなかったりさするやん。確かにね、 YouTube とか見るとかさ、 Wi-Fi がもしそこにあれば YouTube 見たり Netflix 契約したら見たりっていうのができるから、結構情報とかも使えるもんな。そう多分この動画もそうやって見てくれてる人いっぱいおると思う。だからそれで私たちはパソコンとかタブレットあってよかったなと思いました。3つ目。じゃあ4つ目はニット、服のニットね。そうです。網のね、網のニット、でメルボルンはもう結構寒くって、4月の頭に自分たちがここに来た時にはもうダウンを着てるぐらい、10月ぐらいまでダウン着てたよな。9月とか10月ぐらいまでなので、その寒いからもうダウンとかもメルボルンの他の国は分からんねんけど、他の地域は分からんねんけど、メルボルンに来る時はなんかダウン一つ持ってきた方がいいのと、ニットで、ダウンは買える、値段とか気にしなかったら買えるけど、ニットはあんまり売ってるとこが少なくって、日本人が想像する分厚いニットとか、あとなんやろ、ユニクロとかで売ってるような薄いけどあったかいニットみたいな、ああいうのは全然こっちにはありません。ユニクロにはあるよな、多分な、一応。で掛け網みたいな、もうニットとニットの間がなんかこんな感じのやつ、これぐらいのやつしかない。だからその寒い、普通に防寒とかじゃなくておしゃれニットみたいな感じで、春ニットみたいな感じ、春服のニットみたいな感じのが多いから、ニット絶対持ってきた方がいいと思う。多分こっちの人体感温度が違うよな、だから大体みんなすんごいタンクトップみたいなとか T シャツとかにダウン着てるみたいな、でもダウン脱いだらもう半袖ですみたいな。でも日本人って違うもんな、ダウン脱いだらニット着ててみたいな、だから絶対ニット持ってきた方がいい。あとインナー、女の人は、男の人はちょっと分からへんけど着るかどうか、女の人はヒートテックとかさ、キャミソールとか中に着るやん。ああいうのもあんまりなんか見たことないかな。もうなんか外に見せる用のそれ1枚で着るみたいな、下着を着いへん人もおるから、そのインナ
も日本から、まあ、薄いからああいうのとかうん持ってこれるんやったら持ってきたら方がいいと思います。結構俺たちもユニクロで新品を買っていったよな、うん、でも正解かも。ヒートテックとか結構ユニクロもあるけど高いし、うん日本の値段を知ってたらちょっとって手出されへんかったりするから、ユニクロダイソーはもうちょっときついよな見たら、だから持ってきてた方がいいと思います。はいはい、それが4つ目でした。それ4つ目。はい、では番外編マサバージョン。僕の番外編。はいどうぞ。僕の番外編はですね、ドリッパーです。これはコーヒーを入れる器具です。これは折り紙、ちょっと書いて、これね書いてるとこ見えるかな、折り紙とか、これはスイッチドリッパーって言ってドリッパーですけど、高い、やっぱり高いです、折り紙とかこれハリオっていうメーカー、日本のねメーカーなので、こっちで買うと結構いろんなカフェ置いてます。見るよなハリオ、カフェ置いてたらもうハリオって書いてるもう日本語の表記の箱がもうブワーっていっぱい置いてます。でもやっぱその日本で買ってた人からすると高い、ちょっと器具もそうやしペーパーもそうやし、ハリオのものは結構高いです。ペーパーなんかは40枚とか100枚とかそれぞれあるけど、大体多分200-300円で買えると思う日本で、でもこっちだったらね、前買おうと思ったらアクシュリーコーヒーで14ドルやったかな、あれほんま驚愕やな。なんで、コーヒーが好きで自分で家で入れてるよ、特にメルボルンに来る人はバリスタになりたいっていう人が多いと思うから、まあ家で自分でもコーヒー入れてるよって人はこれできればね、空きがあるなら持ってくる方がいいと思います。もちろん日本じゃ高いものもある、これちょっと紹介していいか。いいよ。これね、このパラゴンっていうこれはオーストラリアで販売されたもの、発明されたものなので、これはこっちの方が安いです、日本で買うと輸入品になるから高いっていうのもあるし、コマンダンテっていうね引くグラインダーの機械とかも全然こっちの方が安い、1万円ちょいぐらい安いと思うこっちの方が。だからそう考えるとものによりますが、日本で売ってるこういうハリオのものは買ってくる方がいい。それで買ってきて浮いたお金でパラゴン買ったらそれいいと思います。買っといた方がいいと思います。ちょい高です、こっちの方がね。はい。で空きがあったら持ってきてください、服とかにくるんで持ってきた方がいいね、割れたら悲しくなっちゃうから。はい、ということで空きがあったら皆さん持ってきてください。これが僕の番外編、ただの趣味です。ドリッパーでした。では5つ目、ナンバー5、こちらです。じゃらーん、折りたたみ傘ね。これほんまにいる。まずこっちの人はあんま傘をささない、だからあんまりこう需要がない、でも一定数使う人がおるっていうので、それぐらいのクオリティで作られた傘しか売ってない。確かに確かに。分からん、その俺たちが見る限りではもしかしたらな、多分いい傘屋とかがあるんかもしれんけど、そういうとこで買ったらいいんかもしれんけど、でなんかメルボルンは特に天気がすごい悪い、すっごく悪いから一日の中でめっちゃ晴れてて突然雨降ってまた晴れるとか、そういうこともあったりとかするので、折りたたみ傘を絶対カバンに入れ、折りたたみ傘とさダウンっていうか羽織を必ずカバンに入れて、無難やね、活動する方がよくって、でこれが日本のユニクロで買った傘、これがユニクロの傘です。でまさやくんがこのユニクロの傘をなくしまして、どこに行ったんかねあれでコールスで折りたたみ傘を買ってんな、コールスはこっちで、定番なスーパーね。それがこちら、見えるこれ、大きさもう映らんよな、これ一緒にしたら。これでもね、これこういうのも売ってます、こういうのも、でも俺ちょっとかっこいいなと思って、これが買いました。でもさ、こんな感じでさ、大きいの、これは大きいけどさ、大きさがちょっと全然大きかったりとかさ、これやったらかけれる、パチってかけれるやつがついてたりするけどついてなかったりとかさ、
あとはね、こうちょっと開かれへんけど、開いた時に分かるのが、こう持ってる時にまあ揺れたりするやんと、これってこう全然違うの。こうやってみて、グラグラさがもうこうグラグラやねん。あ、そうなんや。ほんまやな。だからもうほんまにシュッてやったら多分壊れると思う。だからなんか結構なんていうの、質が良くなかったりするから、だからユニクロで折りたたみ傘って思うかもしれんけど、これ結構便利よ。だってこれ1500円とかだったでしょ。これも同じ値段、15ドル16ドルぐらいで買ったから。ユニクロの折りたたみ傘重宝してますけど、日本から折りたたみ傘を持ってくる方が無難。日本人は絶対持ってるやん、大体折りたたみ傘って、だからそれを持ってきたら全然、これには勝てると思います。これはもうダメだね。もういいんだけどね、ダメ。はい、なので5番目は折りたたみ傘でした。では以上7つが絶対に持ってきた方がいいものベスト5と番外編でした。はい。どうだった？他にもね、なんか絶対これも今こっちにおる人たちが、確かに、もしなんかいやこれ持ってきた方がいいとか、多分それぞれの番外編があると思うから、そういうのがあったら教えてほしいよね。ぜひお願いします。それを聞いて僕たちも今後日本語帰った時、ちょっと帰国した時ね、うわこれ買っとこうっていうのがあるかもしれないから、ちょっと参考にさせてもらいましょう。よろしくお願いします。ということで、インスタとか TikTok とかありがたいことにね、質問してくれる方がいらっしゃるので、もし何かあればぜひ質問ください、コメントください。質問せな知らんで。ずっと一緒やねんってさっきから。今日はこの気分やねん。それしかないで、見たことない他に。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではじゃあね、バイバーイ。